メリゾー、メリゾー、メリゾーこっから始まるんですね家が大砲に撃たれてるような音がするんですよね。ドンドンって音がするんだけど、昨日からそれがすごくてニコもなんか吠えちゃってね、夜中でもね。昨日雪が降ってたから、その屋根の雪が落ちてドスンって言ってるかと思ってるんだけど、感覚的にはもう1メートルぐらいの雪が落ちるような音なんですよね。そうドーンみたいなね。で今見に行ったら2階3階、ないんですよそんな雪。何の音なんだろうと思って今もうちょっと残ってる雪を、ちょっと強制的に落としてみて、その音が鳴るかどうか。そうですね。ちょっとやってみようと思います。あ、もう灯油がない。これもうあお、寒いから光っちゃって何も映ってない。こんなもんしかない。そこになんか集中的に落ちてる感じはあるんだけど、確かに。でもそれしかないっていう、もっと大量の積雪が屋根から落下する音なんだよね。ちょっと3階のベランダから落としてみます。あるんだ。あ昨日のね夜もねすごかった。ドーンって、そんな音するっていう音。でも今までは鳴ってなかったから、この雪が降ってから鳴るようになったからな。来るかな。ニコの足音がする。まあ多少するけど手すりに落ちてる感じ。あ、するわ。あ、分かった。手すりがうるさい。まあまあ音するね。こんな大きい音すんの？量は大したことないのに、なんか手すりもすごい音する。すごい音ですね。あのね、分かった。手すりやべえ。手すりだ。手すりすごい音する。それがすごい大砲みたいな音するんだ。でベランダに乗ってない分、外に落ちてってるのもあって、ちょうど手すりで響く。そうなんだね。ドヨヨヨヨみたいな。じゃあ同じ音した。同じ音した。上でもする？なんか上で落っことしてて、この音かなって思った。手すりかって思った。他の周りの人もさ、うっさって感じ？いや、家だから聞こえる？そうじゃない。外にいる分には、上から落としてる分にはそこまで聞こえない。でもなんか低い音だなとは思った。だってさ、あんまりそんな音鳴らしてるお家なくない？ちょうど当たっちゃうんだね、その手すりに。ちょうど当たっちゃうみたいで、下に落ちてる音っていうよりも、完全にちょうどヘリ、手すりで響いちゃってて、なんか全体に音がバヨン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 じゃないけど。じゃあなんか巻けば平気そうだね。今後もし普通にもっと降ったら、この音がずっとかと思うとやだよ。確かにニコメリもねビビっちゃって。吠えてたもんね。そう、なんだなんだなんだみたいな。そっか。歩いたら結構響く。結構響く。これ2個吠えんじゃない？下がいい。ビヨヨヨになるね。そういう素材なの？みんなそうなの？ベランダって。これはうるさいわ、確かに。でちょっと硬くなってるから落ちてくるときに、こそれだ。こじゃない？それだ。その2段目の手すりっていうかヘリだ。ポールじゃなくて。それすごいね。それがさ、すごい全体にいっちゃうんだね。ここだ。なんで？なんかだから敷けばいいさそうだけどね。芝っぽくない人工芝の緑のやつとかでしょ。なんかとか、あとここになんか敷くものしたら平気そうな気もするけどね。でもまあよかった。そんなたかがこんなちょっとの雪でそんな音するかねって言ってたんだよね。どうした？すごいシュールな絵です。
雪から一夜明けまして、はい。なんとかね積もりはしなかったですね。まあ、うん積もったんだけどうん。すぐ乾きました。すぐ溶けました。雨もやんだ。雨ももう止んでます。なんかここのね庭の砂利すごい雪解けが早かった。上からこう眺めてて、うんうちだけなんか結構砂利のところが全く雪なかった。雪も止んだんで、この組み立てましたこの荷物ボックス、こちらを外に出したいと思います。カインズの静かに開閉できるアルミ収納ベンチ150センチ。はい。てん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 。買い取り。見せないでください。グレート。おお、でかくていいですねこれは。いい色。うかわいい。これで閉める時もん。手をね挟まない。シューって言ってくれて、さらには座れる。よいしょ。ぴったり置けるかな。危ない。何？引っ張るのが早すぎて追いつかないです。ストーンって抜けるとこだった。ここに置いていいよ。高さぴったりすぎる。いい感じじゃないニコ。これを多分足くるくるできたから。さっきとりはましたよ。滑って。おお。ここやだ。ここになんか電化マニュアルが2つまであればいいけど。これぐらいで。どうですか？いいですね。あ、いい感じ。縁側できた。あ、やっぱ黒の方が良かったね。そうかな。うん。なかったんだよね。なかった黒が。まあまあまあ。でも黒は黒でホコリ汚れとか最初に目立ちそうじゃない？見て。ゴリゴリ言った。常にボール持ってるのっていう印象になってるよね。きっとみんな。あ、屋根が短いんだ。ギリギリじゃないそこは。でもちょうど落ちない。よかったね。ギリ濡れないでしょ。ギリ濡れない。いいお天気だったらこのままここからタープでバーってやったら最高だね。ここでさ、こうやって足下ろしてさ、テーブル置いてさ、バーベキューする。楽しいねこれ。今日はですね、この灯油を買ってきたんですけど、はい。全部で80リットル買っております。1万円ぐらい。そう、高いな。そうで、これ何なのかっていうと、うちの給湯器が灯油なんですよね。はい。で、灯油を1ヶ月に1回ぐらいって言ってたかな、足さなきゃいけないうん。っていうことで買ってきました。はい。今日はちょっとそれを入れ替えようと思って。よいしょ。でもこれってさ、効率悪いっすよね、この20リットルずつさ。うん。こちらなんです。はい。これが灯油給湯器です。可愛い色ですね。これがね、もうカラーに近いんですよね。あと8分の1ぐらいかな。これ汚れておりますね。汚れてますなんかこのシステムさ、相模原の時もやってる、置いてある家はあったんだよね。あった。最初初めて見てなんだあれって思ってそうて、俺はなんか給湯器だと思わなくて、灯油をなんか蓄えておくシステムかと思ったんだよね。うんうんただ単に給湯器なんですねこれ。まあ、単純にこれでさうん入れ替えしていくっていうことなんですけど、これだとなんか効率が良くないから、よく灯油屋さん走ってるじゃん。うん。ああいうのにお願いした方がいいのかなと思ったんだけど、割高だしさ。そうなんだ。何がいいんですかね。こうやって結局1ヶ月で1回自分でやる方がいいのかね。その方が大変だけど安いってことですね。
うん多分だし、夏になったらさ灯油屋さんって回ってないよね多分。確かに。なんかもしくはそういう契約するとこがあるのかもしれないよね。あ、なんかそれどっかに書いてあったかも。毎月コメントで1回いただいてたかもしれない。本当？毎月1回来るんだっけ。なんかそういう契約できるところがあるみたいな。あ、そうなんだ。なんかそれができたら確かに楽だけど、まあ値段にもよるけどね。しばらく使わないとかもないもんね、うちは結局。楽は楽だよね。自分で灯油買ってくれば使えるっていう。時間かかるしな。ね、これ全部やるわけだもんね。そう。今灯油も高いからさ、なんかもしかしたらガスの方がもう安いんじゃないかっていう噂ですよね。それもね書いてあったよね。なんか昔は安かったから良かったけど、今は微妙ですねって書いてあった。そうだよね。だってさ、1ヶ月に1回80リットル買ってたら1万円1ヶ月1回感じだもんね。高いですよね。給湯器だったらって考えたらね。ガス代でもなかなか1万円いくかいかないかじゃない？だから思い切って工事してみてはいかがでしょうかって書いてありました。ガスに？そうそう、灯油システムじゃなくて。壊れたらそうするかな。長い目で見たらその方が今後のことも考えたらいいのかもしれないね。そりゃそうだよね。でも結構3つぐらいしか入んなそう。ででーん、今この辺ここにありますね。重たいよね、灯油。楽ちん。背中しか取ってなかった。楽ちん。生まれました。楽ちん。半自動システム。勉強しました。まあでもなんかいろいろ綺麗にしてくれてるね。なんかね。そうですね。こういう汚れそうな箇所なのに。綺麗綺麗。台所の扉が、窓は開かずの間でした。これ？鍵開けても微動だにしなかったです。まあいいんだけど、まだ開けれなくても。うわっ、雪が激突したよ。上の屋根の方が飛び出てるから、あっちから落ちてくると結構痛いな。まもなく終了となります。これで1ヶ月また放置。だいたい1ヶ月ぐらいは持つということですけどね。どうですか、灯油王からしたら。近い。近いと嫌なんですか？嫌でしょうが。なんでじゃなくて。灯油王。石油じゃなくて灯油限定。弱そう。めちゃくちゃ面倒くさいです、これ毎月やるって。でも一応ここが洗面所の窓なんですけど、ここからねタンクを確認できるんで。いいですね。ここから入れられるんじゃないですか？ここから入れられる？いや無理でしょ。家の中から灯油を入れるシステムを作ってみては灯油のカゴも上がるってもうですね。灯油を設定。お家の中に入ってきやしたよ。でこれはこれでストーブの灯油。今2台つけてるから。やっぱ広くて寒いからさ、灯油代すげえかかるね。かかるね。2台にしちゃったから前の家のやっぱ倍ぐらいになっちゃうんですね。でもさ、相模の時はさ、メインでいる部屋と結局エアコンだけじゃ温まんなくて、石油ストーブ使ったり、あと結局は歯磨きしたりする方も、閉めてないと各部屋も温まんないから、閉めてると廊下とか寝る部屋とか今度極寒すぎて、そっちでも1台つけてたよね。結局確かに。だから閉め切ったら他がやばいことになるし、でも閉め切らないと温まんないしで、なかなか平屋だったけどね。田舎暮らしはねむずいですよ。なんか思い出してきたよ。でも私今の方が楽しい。こう家族の時間が潤う気がする。どうよ、灯油王的には。でも今日灯油やってる太郎ちゃんしかまだ出てきてないからマジで面白いと思うよ。よいしょ。何やってんの？あれピッピピッピ言ってたらどこ持ってきちゃったの？ほっといで。おもちゃどうした？あれ珍しいので遊んでらっしゃる。なんだその持ち方は。
誰に似たのそのお笑い路線。何その座り方。つま先がピッと体操部のようですね。壺みたいな座り方。ツボメリタン、やっぱりコットが一番お気に入りだね。メリメメリメ、近い。最近よく食べるんだよね。ニコ、メリはボール嫌いだからここね、カフェテラスゾーンになってるんだよね。しかもマッサージ機付き。どっか行くの？ガス缶取ってきます。ありがとうございます。キャンピングカーのあれですね、 LP ガス。でかいやつ。そう、でもさ、助かった。入れてくれるところがあって。それって来てくれるってよりは預けて充填してもらうって感じ。なるほど、うそれを取りに。ん、行って今入れてしまった灯油を足してきますありがとうございます、じゃあ行ってきますんで。じゃあ私はペンキ塗りとかのちょっとした DIY を進めておきます。そうね、白く塗んなきゃいけないところ。そうなの、ちょうどね、玄関の外のそうそうライトのあれはなんでああなったんだわ。こらしょこれこれははい、もともと蛍光灯がついてたのを、あの幅まであった蛍光灯だ。そうそう、多分前の人が DIY で白く塗ってるのよ。すごいよね。もともと木だったんだけど、俺がちっちゃいやつに付け替えちゃったから、はいはい、あそこは塗ってなかったっていうね。が出てきてしまったんですそうね。そう、だからあそこを白く塗んないといけない。気になるよね。気になる。目玉焼き状態とか、本当に確かに。あとは部屋の中もその一部分白くなってないとこがね、そうそう、あったんでね。お願いします、灯油を行ってきます。いってらっしゃい。灯油王はただいま灯油を取りに行ったんだ。こちらはペンキを塗るよ。メリも。メリはずっと寝てる。どうした？それではペンキ王が入場いたします。どうぞ。ででんでんででん。ででんでんででん。ででんでんででん。ペンキ王完成。2個目に冷たい顔。どう？ペンキ。はい、それでは早速塗っていきます。ここの窓の3なんですけど、なぜかここだけ茶色いままで、他のところはね全部白くなってたんです。こことかこことかこことか、タロちゃんの席と同じ仕様にしようと思います。よいしょ。こことここ、寒っを白く塗ります。ここもね、横とぐるっと一周塗っていきたいと思います。これのおかげでだいぶ冷気も防げてるな。今開けたらめっちゃ寒い。夏もこれないとめちゃくちゃ暑いよって言ってたんで、かなり重要な役割を果たしてくれてます。これで窓の3の黒いところにつかないように曲がってる。できた。マスキングテープ OK。 ダイソーで買ったハケとツヤ消し多用途ペイントマットカラー、白も何種類かあってスノーホワイトにしました。なんか鉢巻きをイメージしたのにさ、どんぐりのヘタみたいじゃないこことか早く塗ろう。日が暮れちゃう。しっかりし
下が見えないように縫うの結構大変。ペンキ楽しい。素人感満載。ここのレールは白いんだな。いいじゃんいいじゃん。ええやんええやん。綺麗な白にさ塗ってさグリーン置いたりしたら絶対可愛いよね。ただなんかこれから暖かくなってきたらどのぐらいの気温に今度はなっていくのかっていうのはね分かんないし、さっきも灯油をねあんだけいっぱい買ってストーブつけまくってこう寒さをしのぐみたいにやるんだったら、結構コメントでもいただいてたのが、もう床暖とかにしちゃった方がいいんじゃないですかみたいな、ニコメリちゃんにも足元から冷えるしっていうのをいただいてて、いやでもそうだなって思ったんだけど、結構ねお値段もするから、間違えた、やば、毛を取ろうと思ったらそうお値段もするから、もうさ頑張れば冬も終わるからさ、それだったらちょっと今後来るすごく夏も暑いよって前のオーナーさんから聞いてたんで、だったらちょっと夏の対策でもしお金がかかっちゃうんだったらこっちをやっていった方がいいかなって今はね思ったりしたんですけど、でエアコンさない部屋もあるし、どんぐらい暑くなっちゃうんだろうっていう暑さもね、ニコメリもさ心配だからさ。このうち一かけ何十年、このうち一かけ何十年。ただいま。おかえり。すごいね。アーロンじゃん。何その頭。気合い入れてちょっとこう鉢巻きの人みたいにしようとしたらどんぐりみたいになっちゃった。鉢巻きだったのか、なんか見えなかった。アーロンの帽子みたいな。ほら。ペンキを。アーロン？うん。すごい。どう？いい感じじゃん。変わった？上手？真っ白じゃん。そう。あとここ。ちゃんと養生してるし。そう。でもなんかちょっと色ムラがむずいです。ちょっとハケでっかいやつでもよかったね、それならね。ローラーとか。塗るの超大変。でもすごい。かわいい。できてきたね。どう？タロちゃんは。買ってきたよ、ガス缶。こちらです。お、ちっちゃ。高かった。ガス缶の検査も入れて7000円ぐらい。あ、そうなんだ。8キロ入ってるから CB 缶に換算すると4本で1リットルだから32本分って考えると、まあ4000円安め、ちょっと安いかっていうくらい。あとでこれは今こっち寄せちゃってるからアバストな。後で車に入れます。終わったんですか？やっと終わった。なんか右肩がバグずっとこうやってたからでも2度塗りしたんだよね。しかも太郎ちゃんが買いに行ってくれたペンキ足んなくなっちゃってね。足んなくてね。ありがとうございます。でもすごい養生したからちゃんと。そう、マスキングテープ取った。ちょっとガタガタしてるけど、全然いいじゃん。白くなったじゃん。綺麗になりましたね。なりました。可愛い。違和感ないですね。でこれはめるんですよね。そうなんですけど、もういいかな。これが右側のやつ、あっちが左側のやつで。ということで、すっかり暗くなってしまいましたけども、めっちゃ時間かかっちゃった無事に終わりましたね。終わりました。ちょこっとずつ DIY 進めておりますが、今日はペンキとあと灯油の補充とガス管の回収とみたいな感じなんですけど、やっぱり寒いね。古い家は寒いですね。でもなんかね、家のせいではない気がするというか、もちろん家も古いから断熱今の家よりは寒いと思うんだけど、あとはここがやっぱり地域が寒いから、そもそもね、マイナスに普通に行くから、やっぱり前にいた静岡は下がっても6度ぐらい、5度6度ぐらいだもんね。そっからだってマイナス3度とか4度になったら10度近く違うもんねそりゃ寒いよねっていう。そうね。で夏は夏で暑い場所なんで大変だとは思うんだけどね。あともうちょっとのね寒さを乗り切ったら今度は暑さ対策を
考えなきゃいけない感じになるんで確かにどっちかっつったら、うんもう冬のことうんに関しては、結構皆さんにコメントもいただいてた、なんか床暖房にしてあげた方が足元とか、うんニコメリちゃんの位置とかいいんじゃないですかとかをいっぱいいただいて、すごい勉強になっていっぱい考えたんですけど、うんその方が暖房節約になるかなとか、うんただなんかもう3月も終われば絶対気温変わってくるから、それはまた次の冬も考えたいけど、夏の対策も考えとかなきゃなって先に。いろんな地域に住んできたんですけど、やっぱり1年通して住んでみないと分かんないことしかないから、見切り発車でねなんかしてしまうと後悔したりもするから、まずはちょっと過酷ですけどどれぐらい寒いどれぐらい暑いっていうのを知ってから対策していこうかなと思いますので。はい。でちなみにさっきガスを入れてもらったところ聞いたら、そこで灯油の配達もやってるらしくて、すごっ。でも自分で入れてる人もいますよって言ってた。あ、若干安いからガソリンスタンドの方が。だけど値段表見てきたら、でさっき俺また灯油を入れ直してきたけどガソリンスタンドで、今日の時点では4円ぐらいだったんだよね差が。だから100リットル入れても400円じゃん。なんかそれで来てくれて月1回入れてくれるなら、なんか今の季節はさストーブ使うからどっちみち灯油買いに行くからねいいんだけど、ストーブ使わない時期はね灯油買いにだけ行くっていうのも結構大変だと思うから、まあ、ちょっとそれをお願いしようかなと思っております。まあ、家で契約してるガス屋さんなんですけどね、宅配もやってるっていうことで、いやありがたいです、言ってくれればすぐ行きますって言ってたからなんかほんと知らないことばっかり。いや本当に今引っ越してきてまだ1ヶ月経ってないぐらいだけど、どうですか実際最初にこの家に決めたっていう内見した時とか、引っ越してきた当初とかのイメージと、実際住んでみて分かったことっていうか、やっぱ思った以上に寒いっていうところかな床が寒いんだよねやっぱり。スリッパ履いてないといられない。足が本当に冷たくなりすぎてちょっと痛いみたいな感じになる、そうだね。でうちはニコメリさんがラグとか敷いちゃうとそこにトイレしちゃうから、極力敷かないようにしてるんですよね。だからマジで床寒くて、だからニコメリも基本、今コット置いてるけど、あとテントだったり、もうクッションとかも結構分厚いものにしてて、暖かくいられるように。だから今度はそれが夏はどうなるんかなって思う。そう床が寒いってことは夏は夏で床が涼しかったら嬉しいですけど、逆にね、どういう風になってくるのかっていう、そのトータルで一旦過ごしてみてから、じゃあやっぱ床暖っていいねとか、違うなとか、じゃあそのホットカーペットでいいのかなとか、なんかお金もねかかる大きな工事だと思うんで、ちょっとよくよく皆さんにいただいたコメントを見返しながら、どんな風に田舎暮らしを過ごしてらっしゃるのかとか。そうですね、コメントでねいろいろ皆さんに教えてもらいながら、あとはでも質問もねちょこちょこいただいたりしてたので、それにも答えていけたらなと。出た、質問コーナーやってみたいと思ってたんですよ。でもなんか質問コーナーっていう量はないから。確かにそんなおこがましかった。そうですよ、何も来てないわ。そんな量ないわあっても1件2件誰か質問して質問来てたのは固定資産税いくらなんでしょうかとか。そうですよね、一番まずお金のこと気になりますもんね。いやこの間テレビ見てたら、田舎移住の相談件数と、実際の田舎移住した人の数が例年に比べてものすごいパーセントで伸びてるらしくて、しかもその中で1位が群馬県なんだって、っていうテレビをやってて、やっぱり身近に田舎移住したいけど会社を変えたくはないとか、仕事は変えたくないとか、リモートワークはある程度できるとか、いろんな条件を踏まえた時に、なんかやっぱり電車でギリギリこう遠くまで行ける距離感だったり、すごい皆さんが真剣にやっぱこう生活の拠点をなんていうんだろうな、その満足度っていうの、広いお家で安くてお家を持ちたいとか、だけど仕事はこのまま続けたいみたいな方が多いっていう調査の結果を見て、でもやっぱり私たちと同じようにこういう田舎暮らしだけど、もうすごい田舎っていうか一応便利だしね、
病院はあるしとか、スーパーもちゃんとすぐ行けるしとか、そういう場所で探してる方が多いんだなっていうのを改めて知りました、だからこそそういうお金の話がすごくリアルに気になるっていう方も多いのかなみたいな。そうですね。都会に住んでる人たちからしたら、僕らみたいな生活がどんなもんなんかっていうね、なんかそういう発信をしていけたらいいかなと思ってますので、そうですね、できるだけねお金の面とかも発信していけたらなと思ってます。包み隠さず包み隠さずそうだね、はい、固定資産税も一回聞いてるんですけど、大体これくらいじゃないかなっていう風に言われてただけなんで、またちゃんとね、確認してから発信したいと思いますので、またちょっと動画にしていけたらなと思います。はい、はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、もしよろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。よろしくどうぞ。はい、インスタグラムもやってますので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら、ありがとうございました。2個がいるから私すごい前に座ってんねん。挟まりたい体質なの。細いとこ大好き。枕と枕のさ合間にさ入ってこの間真上向いて寝てたよね。すごいびっくりした。そう、普通にこうやって布団かけて寝てた。